こんにちは。今回はフリーキャドで初心者でもわかるネジ穴を開ける方法を解説します。そもそも趣味で 3D プリンターを始めたばかりの方だとネジの規格ってよくわからないですよね。鍋ネジとか皿ネジとか丸い頭のネジとか見たことはあるけど違いまではよく知らない。座繰りって何？カウンターボアとか皿穴って何？そんな話から説明していきます。2回シリーズを想定しています。今回は第1回ということでネジの基礎とネジ穴の作り方を解説します。今回はフリーキャド 1.1 の開発版を使います。正式版とは少し違う点もありますが基本的な操作は同じです。現行版は不具合があるのとバージョン 1.1 で分かりやすいインターフェースになりましたのでそちらを紹介します。それでは始めましょう。フリーキャドにはパートデザインワークベンチにホールという専用ツールがあります。この機能を使うとネジ穴を JIS や ISO などの規格に基づいた寸法でネジ穴の形状を簡単に設定できます。まずは適当な直方体の上面にネジ穴を開けてみましょう。直方体の上面を選択してください。上面を選択した状態でスケッチアイコンをクリックしてください。スケッチの画面が開きます。ここでネジ穴を開けたい場所に点を描画します。点のアイコンをクリックしてください。では適当にネジ穴を開けたい場所に点を描画してください。サンプルですのでお好きな場所に点を描画してください。直方体上面に点だけのスケッチが存在している状況です。さてこの点がネジの穴を開ける位置となります。以前のバージョンでは円スケッチが必須でしたが 1.1 からは点スケッチでも自動的に穴位置を認識できるようになりました。ではこの点のスケッチを選択した状態でホールアイコンをクリックしてください。タスク画面に穴パラメーターというのが表示されてネジの断面図がグラフィカルに表示されています。この画面でネジの細かい規格やサイズの設定を行うことができます。では項目の説明と合わせてネジの種類などを説明していきます。まずはベースプロファイルの種類です。点とか円とか選択できますが点や円などのスケッチから穴開けできるという意味です。例えばこんな感じで適当に点とか円とか描いたとします。ではホールアイコンをクリックしてみます。一括で穴開けされました。前バージョンでは穴を開けるのに円を描く必要がありましたが点でも円でも点分でも穴開け位置の指定が可能となりました。ベースプロファイルの種類はホール機能が穴を開ける対象のスケッチをどれにするか指定するための項目です。基本的には点、円、円弧を選択しておけばよいです。続いて標準項目です。よくわからない項目が並んでて見ただけで断念したくなりますが大丈夫です。一旦表にします。ざっと一通りこんな説明になります。いろんな規格がありますが迷ったら ISO メートル標準を選べば大丈夫です。これが世界的に最も一般的な規格です。趣味用途では ISO メートル標準が最も扱いやすく他の規格は特殊な用途向けです。さてここで標準項目を ISO メートル標準に切り替えてみます。穴パラメータの項目がちょっと切り替わります。この切り替わった状態で説明を進めます。サイズ項目をクリックしてみます。ずらっと項目が表示されました。例えば M6×1.0 のように M○×3 という表記になっています。これは ISO メートル標準の正式な規格表記です。M 和予備径外径の目安です。M3 なら 3mm の外径となります。後ろの×三角はピッチネジ山の間隔で通常使われる波目ネジなら直径だけ気にすれば OK です。ISO メートル標準規格では標準として定められているピッチの波目ネジを選択することになります。さて今回は直径 3mm の M3 ネジを選択します。3D プリンターで何か組み立てを行う場合は M2 から M4 あたりのネジがちょうど良いと思います。次はヘッドの種類を見てみましょう。また難しそうな名称が出てきました。これはネジの頭の形状に対応したくり抜き方の規格です。座繰りとか言います。非常に分かりにくいのでこの表は一旦無視します。
まずはボルトのヘッド形状をざっくり分類してみましょう。ざっくり分類すると、ネジの頭の形状は円筒型、皿型、鍋型に分類できます。一応補足しますが、正式名称ではありません。ただし、日本では一般的に円筒ネジ、皿ネジ、鍋ネジという言い方で通じますので、当動画ではこの名称を使います。ここでネジの頭を埋め込むとき ISO の型番と書きにしなくていいです。円筒型と鍋型の座繰りはカウンターボアを選択すればよいです。皿型はカウンターシンク、皿穴を選択してください。カウンターボアはボルトの頭を埋めるための平底のくぼみ。カウンターシンクは皿状のくぼみ。どちらも座繰り加工の一種です。ネジの頭が入らない場合は後でヘッドの直径やヘッドの深さを調節することになります。とりあえず今回は円筒型を想定してカウンターボアを選択することとします。穴パラメータの項目でネジのヘッド部分の設定項目が追加されました。ヘッドの直径やヘッドの深さを実際に測ってみて設定してください。例えばヘッドの直径を設定すると自動で深さも変わることがありますが、実際の寸法とは少しずれることがあります。実物を測って設定するのが確実です。実際に測った数値を設定してください。あと 3D プリンター向けに 0.2mm から 0.4mm ぐらい余裕を持たせた値にしてください。ここでは余裕値なしのぴったりサイズでヘッドの直径とヘッドの深さを設定することにします。続いて深さの種類をクリックします。今回は分かりやすいですね。深さの寸法を指定するか貫通させるかです。普通はナットで留めると思うので貫通で良いと思います。ここではあえて寸法を指定してみましょう。まず寸法で指定したので深さを指定したいところですが、実はこれも紛らわしい項目です。この項目は穴の深さなので頭からネジの先端までの距離となります。紛らわしいのはネジの長さの方です。ネジの長さは円筒型、鍋型は頭の下からネジの先端までの長さで表記されます。ところが皿型は頭の上からネジの先端までの長さで表記されています。皿型ネジは頭の部分も埋め込むことを前提とした長さ表記になっているということですね。そのため深さ項目は円筒型、鍋型はネジの長さ足すヘッドの深さを指定することになります。皿型はそのままネジの長さを指定すれば OK です。例えば円筒型のネジの長さが 25mm で頭の部分が 3mm の場合、深さは 28mm と指定することとなります。その他の項目で例えばドリル角度はチェックを外します。穴の先端部分を尖らせる項目です。実際にドリルで穴を開ける際、先端が尖ると思います。それを表現するためのものですので 3D プリントでは不要です。続いてテーパーですが、これは穴の側面に傾斜をつける設定です。90度で垂直な穴になりますが、角度を変えるとネジの上部から先端にかけて穴を狭めたり広げたりすることができます。今回は通常のネジ穴なので必要ありません。テーパーのチェックは外しておきましょう。さて続いて穴の種類です。3つ項目がありますが表にしてみます。表の使い道の項目を見ていただければわかると思います。まず交番2のタップドリルネジ切り用は金属加工などで後でネジ山を切るための下穴を作る設定です。この穴は後でタップ加工、ネジ山を作る加工しますという情報を残すための設定です。正直使い道はありません。続いて交番3のモデルネジ山は実際にネジ山の形状をモデリングする機能です。高精度で柔軟な設定が可能です。問題点は 3D プリンター側の印刷精度の方で小さいネジのネジ山は印刷困難です。またかなり細かく微調整できますがその設定が難しいです。ということで交番1のクリアランスパススルーがおすすめです。普通にネジ穴を作成したい場合はこれを選択してください。どうしてもネジ山を 3D プリンターで印刷したいという方は交番3のモデルネジ山で頑張って微調整してみてください。クリアランスパススルーの使い方を説明します。クリアランスパススルーの項目としてクリアランスがあります。項目を見てみましょう。
日本語訳がおかしいので説明します。原則、標準で OK です。標準の場合、穴の直径がちょうどネジとぴったりはまるぐらいのサイズに設定されます。閉じるは穴サイズが少しきつめに設計されます。幅は穴サイズが少し緩めになります。クリアランス項目を設定するだけで穴のサイズを調整できますので非常に簡単です。ネジ穴を簡単に開けたい場合はクリアランス、パススルーが便利です。クリアランス項目はいずれもネジをナットで締めるような用途で使えます。ただ、あくまで機械加工向けのクリアランス設定になりますので 3D プリンターに合わないことがあります。例えば 3D プリンターで印刷したネジ穴にネジを直接ねじ込みたいという用途には向いてないかもしれません。クリアランスを閉じるに設定してもネジを直接ねじ込むには緩すぎる場合があります。テーパーを使うことで多少ごまかすことはできますがぐらついたりしますのでおすすめはしません。もしネジを直接ねじ込みたい場合は少々面倒です。プロファイルの標準項目をなし、ノンに設定して一通りのパラメータを手動設定するのが確実な方法となります。お使いの 3D プリンターの環境ごとに設定を調整する必要があります。さて次はモデルネジ山をざっくり説明します。精密なネジ山を生成できるという説明をしました。ざっと項目を説明します。ネジ山を表示させるにはネジ山の表示を更新ボタンをクリックするだけです。こんな感じでネジ山が表示されました。では他の項目を見てみましょう。まず方向という項目は右ネジか左ネジのことです。普通は右ネジですね。クラス項目を見てみましょう。何やら数字とアルファベットが羅列されています。このクラスというのはネジ山の隙間を表す設定です。数字が小さいほど精密、大きいほど緩めになります。H は標準、G はやや緩めという意味です。標準は 6H となります。クラスを変更することで実際の画面表示も変わります。ただ、穴径が 0.01 から 0.05mm 単位わずかに変わるだけなので見た目ではほとんどわかりません。仮に 4G から 8H へ変更してみます。はい、変化がわかりましたでしょうか？つまり目で見て変化がわからないくらい精密な調整が行えます。さて続いてネジ山の深さの種類です。ざっくり言うと現状のネジ穴にネジ山をどれくらいの深さまで作るか決める設定です。穴の深さはネジ穴の先端までネジ山を作るというシンプルな設定です。画面の通り穴の一番下までネジ山が作られてますね。続いて寸法です。寸法に切り替えるとネジ山の深さという項目が設定できるようになります。これはネジ穴の深さに対してどこまでネジ山を作るかという設定です。例えば現在のネジ穴の深さは 28mm になってますね。ではネジ山の深さを 27mm にしてみましょう。ネジ穴先端の 1mm 分ネジ山がなくなりました。このようにネジ山を作る長さを指定することができます。では続いてタップ DIN76 を選択してみましょう。ネジ山を作ってない部分がありますね。DIN76 というのはネジ穴の底に逃げを作っておくための規格です。タップ加工を想定した現実的な設計ルールですね。そういう規格があるんだな程度の認識で OK です。最後に重要な項目としてカスタムクリアランスという項目があります。チェックを入れたことでネジ山が広がったことが分かりましたでしょうか？ではさらにクリアランスを 1mm に設定してみましょう。ネジ山がさらに広がったのが分かりましたでしょうか？これにより調整次第でしっかりフィットするネジ山が作成できます。この調整は 3D プリンターごとの精度差を補うのに非常に重要です。モデルネジ山はちょっと難しいですが調整次第でかなり実用的な機能です。ぜひいろいろ試してみてください。今回は初心者でもわかるネジ穴を開ける方法の第1弾ということでホール機能について説明しました。これまでポケット機能で穴を開けていた方もぜひこのホール機能を使ってみてください。ネジに特化していてとても便利です。
今回フリー CAD 1.1 の開発版で大幅に使いやすいインターフェースになりました。正式リリース版でも同じ操作が使えますので、ぜひ覚えておくと便利です。次回は 3D プリンターに特化したネジ穴の開け方を紹介します。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。